もし SNS 上であなたがつぶやいた何気ない一言に誰かが殺意を抱いていたら、2014年10月21日神奈川県横浜市 Facebook 上にある女性の次のような投稿が並んでいました。ああ、うぜえ、ストーカーやめてくれ、いい加減にしろ、くっそイライラする、ほっといてくれよ、キモいんだよ。投稿主はエステティシャンを目指す26歳の専門学生鈴木泉さん。彼女は元彼からのストーカーに悩んでいるようでした。そしてその投稿を自室で眺めていた34歳の男性上岡誠二は Facebook を閉じると同時に知人にメッセージを打ち始めます。優しい俺やめた、こいつやるからマジ殺人衝動やばし。そう、泉さんのストーカーとは他でもない上岡のこと。この後彼はSNS で元彼への怒りを綴った後、殺されてしまった女性。彼女が目の当たりにした異様な執着と恐怖の時間とは。男は嫌悪感をあらわにする女性を前にしても、自分の行動が正しいと信じていたんです。おさすけちゃんです。やみやみこでーす。最近教えてもらったボードゲームがすっごく面白くって。なんだろう、カタン。カタンはみんな知ってるわや。最近教えてもらったバトルラインっていうボードゲームがすっごく面白くって、簡単に言うとポーカーを局所でやって、勝ったコマを取る。そのコマの個数で競うみたいな。基礎がポーカーなんだけど、ボードゲーム要素の枠に入ってるみたいな、ね。そうそうそう。みんなも年末年始にやったボードゲームとか家族でやったゲームがあったら教えてください。今回は神奈川県で起きたストーカー殺人事件をご紹介します。被害女性は元彼のストーカー行為に悩まされていたんですが、SNS でその鬱憤を吐き出したことをきっかけに事態は悪化の一途をたどっていくんです。ストーカーって変に拒絶したりとか刺激したりすると逆に危険だって言うよね。でも好きでもない男に付きまとわれるって拒絶するでしょ。難しい話よこれ。今回は対策の意味も含めて悪気なくストーカーする人の心理っていうのを深掘りできればと思います。この事件は被害女性の失踪から幕を開けるんです。彼女の周囲には最初から怪しい人物がいました。協力者の正体。2014年10月27日神奈川県横浜市。泉ってまだ帰ってないの？何かあったのかしら？早朝、ある中年女性が娘の鈴木泉さんが帰っていないことに気づき、不安げな表情を浮かべていました。数時間前、深夜にもかかわらず元彼の家に荷物を取りに行くと言って家を出た泉さん。荷物を取りに行くだけならそう時間はかからないはずですが、彼女は朝になっても帰らなかったのです。母親はすぐに泉さんの元彼上岡誠二に電話をかけました。すると、別れた後のことは知らないっすね。俺も探してみます。泉さんが荷物を受け取った後、上岡は彼女とすぐに別れたと話したのです。そして彼はその電話の後 Facebook を更新し、泉さんについての情報提供を呼びかけました。彼女と連絡取れなくなって困ってます。誰か情報ありましたら教えてください。泉さんとのツーショット写真を添えたその投稿に知人たちは口々に心配の声を寄せました。上岡の本当の意図には気づきもせずに。それから1週間後の11月5日の午前8時半頃、相模川に架かる馬入橋のたもとで不審な物体が発見されます。川に浮かんでいたのは黄色と黒のトラロープでぐるぐる巻きにされた布団。その端からは人間の足先が飛び出していたのです。布団をほどくとその中に入っていたのは T シャツと下着のみを身につけた状態の泉さんの遺体。全身には細かい傷やあざなどの執拗な暴行の痕跡が。特に頭部の打撲は頭蓋骨が割れて脳にまで達しており、その傷が致命傷になったと推測されました。行方不明になった経緯から考えても元彼が怪しいでしょ。自分で殺しておきながら彼女がいなくなって困ってますなんて投稿してるって思ったらサイコパスすぎてゾッとするわよ。実は彼はこの後さらに目立つ行動をとるんです。泉さんの遺体が発見されたというニュースは大々的に報じられ、現場には大勢の人々が花を手向けに集まりました。エステティシャンを目指して専門学校へ通う傍ら、生活費のためにキャバクラに勤務する努力家だった泉さん。近隣住民からも気さくだと慕われていた彼女の死を多くの人が悲しんだのです。その中には他の人たちと同じように花を供え涙を流す上岡の姿も。泉さんが失踪した当日、彼女と会っていた事実から警察はすでに上岡をマークしており、彼は報道陣からも注目されていました。そのため上岡はここで多くのメディアからインタビューを申し込まれます。泉とは2年前から交際を始めて、去年の夏に別れました。別れた後もいなくなる直前まで会っていたのは本当です。疑われてもしょうがないと思ってますけど、やってないので絶対に。上岡はそう言って事件への関与を真っ向から否定。しかし記者が次のように質問をした際のこと。
遺体は布団で包まれていたそうですが、あなたの家から布団はなくなっていませんか？その質問に対し上岡はこんな返答をしたのです。そうっすね。洗濯機がなくなりました。上岡の言動はそこから支離滅裂になり、明らかな動揺が見て取れました。多くの人が意味不明なその発言に不信感を募らせるように、また亡くなった泉さんの Facebook を辿ってみると、元彼の上岡への疑惑を強める投稿がいくつも並んでいました。ああ、うぜえ。ストーカーやめてくれ。いい加減にしろ。くっそイライラする。ほっといてくれよ。キモいんだよ。これ以上嫌がらせするならこっちも出るとこ出るから。それらの投稿をもとに捜査を進めた警察は、泉さんが上岡のストーカー被害に悩まされていたことを突き止めます。上岡は別れた後も会っていたと親密な関係を匂わせていましたが、それは彼が一方的につきまとっていただけのことだったのです。このほか遺体を包んでいた布団からは上岡の DNA と一致する汗や毛髪、さらに上岡の軽トラックの荷台からは泉さんの血液が見つかっていました。これらの証拠をもとに任意同行を求められた上岡。証拠を突きつけられた彼は犯行を認めざるを得ませんでした。ちょっとトラブルがあって死んでしまいました。相模川に捨てたことは間違いありません。やっぱりこいつが犯人だったんじゃないのよ。疑われないためとはいえ、ここまで被害者と濃密な感じに見せるとキモすぎるわよ。二人の関係性がどんなものだったのか気になりますよね。実は上岡の泉さんに対する行動っていうのは、ストーカー化する前から異常と言わざるを得なかったんです。別れても彼氏面の男。上岡が被害者の泉さんと出会ったのは事件から2年前の2012年のこと。知人の紹介で知り合った2人はすぐに意気投合し交際をスタートさせますが、その関係性は最初から大きな問題を抱えていました。その問題とは上岡に妻と3人の子供がいたこと。妻と子供は別居中でうまくいってないんだ。離婚するつもりだよ。上岡はそう説明し、周囲にも泉さんのことをフィアンセなどと紹介。その振る舞いに泉さんも上岡を信じ、彼との同棲を開始するのですが、3人も子供がいる身で不倫してたわけ？離婚寸前だからっていうのもあるのかもしれないけど、気持ち悪いわよね。奥さんと子供が出てったのも上岡に問題があるんじゃない？そうだと思いますよ。泉さんとの同棲が始まると、上岡はその本性を表し始めるんです。上岡と泉さんが同棲を始めてから約1年が過ぎた頃、2人の家の近隣住民は思わずゾッとしてしまうような光景を目にします。何事？大丈夫かしら？深夜、悲痛に叫ぶ女性の声を聞き、マンションの廊下の様子を伺ったその住民。するとそこでは、全裸の泉さんが外に締め出され泣き叫んでいたのです。彼女の体には痛々しいあざがいくつも浮かび上がっていました。そう、上岡は泉さんに対しいつしか DV を働くようになっていたのです。さらに上岡は一向に離婚する気配がなく、泉さんは不信感を募らせていました。そして決定打となったのは2014年7月の夏祭りの夜の出来事。その日、酒に酔った上岡と泉さんは路上で口論になり暴力沙汰に。近隣住民の通報で警察が到着した際、上岡はすでに現場におらず、泉さんのカバンを持ち去っていました。この時泉さんは上岡の DV についても相談したのですが、カバンは取り戻したいけど処罰とかはしなくていいです。そう言って警察の介入についてはあまり乗り気ではない様子を見せていました。彼女はカバンを取りに行く際の警察の動向も母親が仲介に入るので大丈夫と断り、最終的に自分だけの力で上岡との交際関係を終わらせたのです。これだけのことをされて処罰なくていいって、やっぱり2年もの間一緒にいて情が湧いちゃってんのかしら？それよりは報復されるのが怖いっていう感情からだったのかもしれないです。この後の上岡の行動を見れば、警察沙汰にしたら何されるか分かんないっていう状況だったんですよ。上岡と別れ同棲を解消した後、しばらくすると泉さんには新しい恋人ができました。ところが上岡は以降も彼女につきまとい、自宅周辺で待ち伏せするような行為を繰り返したのです。我慢しきれなくなった泉さんは SNS 上でストーカー、キモいなどと感情を吐露したほか、 LINE のプロフィールの写真も新しい彼氏とのツーショットへ変更。するとそれを見た上岡は知人に次のようなメッセージを送りました。もう優しい俺やめた。こいつやるからマジ殺人衝動やばし、ここまで舐められたのは初めてだよ。すでに別れた身にもかかわらず、まるで泉さんが浮気をしたかのような口ぶりの上岡。メッセージを受け取った知人はそのふざけた言葉遣いから本気にしていませんでしたが、この時点で上岡の心は決まっていたのかもしれません。別れてるのに付きまとってストーカー呼ばわりされたらめちゃくちゃキレるって、泉さんのことなんだと思ってんのよ。上岡の中ではまだ別れてないって思ってたんで、なので彼の考え的には別れてないからストーカーにはなら
らない、こういう思い込みがすごかったんです。というわけで本日のメトラキーワード、モラルジャスティフィケーションについて。モラルジャスティフィケーションとは、やってはいけないと分かっている行動に対し正当な理由があるから仕方ないと意味付けし、納得させてしまう心の働きのこと。通常他人に危害を加える行為には倫理観のブレーキがかかりますが、強い怒りや屈辱を感じると人間には自分は悪くないと行動を正当化する心理が働きます。その結果、倫理に反した行動への罪悪感や抵抗感が薄れてしまうことがあるのです。上岡は泉さんとの別れを受け入れられていませんでした。そのためちゃんと別れていないから自分はまだ彼氏だというモラルジャスティフィケーションを働かせ、ストーカー行為を正当化していたと考えられます。さらに知人に送った優しい俺やめたという言葉は、自分を不当に扱われた被害者と位置づけた証。泉さんへの殺意を正当化する言葉に他なりませんでした。単に自分のことしか考えてないじゃないのよ。相手があからさまに嫌がってるのに何が俺優しいよ。あまりにも身勝手すぎますよね。歯止めの効かなくなった上岡はついにこの後一線を越えてしまうんです。最後の呼び出し。2014年10月27日の深夜、泉さんは数ヶ月ぶりに上岡の自宅を訪れていた。上岡から荷物を返すから来てほしいと連絡が入り、そこへやってきた泉さん。ようやく諦めがついたかのようなその言葉に彼女は油断していたのかもしれない。さっさと終わらせて帰ろう。そう考え、泉さんが手早く荷物をまとめている最中も上岡は彼女を睨み続けていた。遅いし送ってくよ。平静を装い泉さんにそう声をかけた上岡。泉さんは彼が心の底で考えていることに気づきもせず、その車に乗ってしまった。そして LINE の写真見たぞ。あの男誰？車に乗るなり上岡は声色を一変させそう言った。いきなり何よ。あなたには関係ないでしょ。答えろよ。俺のこと裏切った自覚あんのかよ。もういい加減にして。泉さんは耐えきれず車を飛び出した。しかし俺をコケにしやがって。すぐに車を降りて泉さんを追った上岡は手にした鈍器で彼女の頭を殴りつけた。上岡は泉さんの頭を5回以上殴り彼女を殺害。その後遺体を仕事用の軽トラックに乗せ相模川に移動しました。そこから遺体を布団やビニールシートに包み、重りとなるコンクリートブロックを結んで川の中へ。 SNS 投稿で捜索を願い、インタビューで悲劇の主人公を演じながら自分は犯人ではないというアピールを繰り返したのです。一方で同じ時期の他の投稿を見ればそれが演技であることも明白でした。そこに並んでいるのは豚鼻の装飾を身につけ仲間たちと面白おかしくはしゃぐ上岡の姿。大切な恋人が亡くなって悲しんでいる男の行動とは到底思えず、当初から不審に思っている人も少なくなかったのです。泉さんの両親は上岡に対し次のようにコメントをしています。私たちと一緒に泉を探してくれたのが全て偽装工作だったのかと思うと裏切られた気持ちでいっぱいです。 SNS の写真を見てるとほんと腹立ってくるわよね。なんで元カノを殺害しておいて平気で飲めるわけ？犯行動機から犯行後の偽装工作も含め一つも擁護できるとこがない人だったんです。上岡は裁判においても驚くべき主張をしました。それは被害者の泉さんが先に攻撃してきたという正当防衛の主張。しかし当然のごとく裁判長がその言い分を聞き入れることはありませんでした。上岡は泉さんの頭を少なくとも5回殴打しており、そのうち2回は頭を固定した上で殴りつけていました。その事実が確実に致命傷を与える意図があることを証明していたのです。2016年3月25日、裁判長は上岡の殺意を認定し懲役18年の判決を言い渡しました。上岡は控訴しましたが棄却され刑が確定したのです。また注目すべきはこの事件の2年前、同じ神奈川県で逗子ストーカー殺人事件という悲劇が起きていたこと。この事件では加害者から被害者に対し1089通もの嫌がらせのメールが送られていながら、法に触れる行為ではないという理由で被害が放置されていました。今回の事件でも被害者の泉さんは処罰はしないでと警察の介入を断っており、保護措置が取れなかった背景があります。このようにストーカー事案はどこからが犯罪になるのかの線引きの難しさが壁となるケースがままあります。泉さんが SNS で発していた SOS や周囲が抱いていた違和感が保護につながっていれば最悪の事態は防げたのかもしれません。もし友人が別れた相手につきまとわれていると打ち明けてきたら、あなたはどのように助言しますか？あなたは相手がどんな行動を見せた時にこれは危ないと判断するでしょうか？